木曜日の恋人。泣きながら彼女は言った。どうして嘘ばかりつくの？と僕は答えた。それが僕たちの交わした初めての会話だった。携帯電話もインターネットもない、緩やかにけれど大きく時が流れていた頃の話だ。僕はまだ10代だった。大学に進学し、東京で一人暮らしを始めたばかりで、世の中について何にも知らない子供だった。そもそものきっかけは、間違い電話だった。土砂降り雨のある木曜日、夜11時のことだ。彼女は雨に負けないくらい激しく泣いていた。そして雨に負けないくらい冷たく僕を叱責した。番号を間違えていませんか？と僕は彼女に言った。最低。と言って、彼女は強く受話器を下ろして電話を切った。どうやら彼女は本当に話したかった相手がまた一つ嘘を積み重ねたと勘違いしたようだった。5分後、再び電話が鳴った。ごめんなさい、間違えて電話をしたみたい。何度もかけているであろう番号を間違えるなんて、彼女はよっぽど動揺していたんだろう。ねえ、お願い。あなたでいい。あなたがいい。私の話を聞いてほしいの。少しだけ時間をくれない？構いませんよ。どうぞ。彼女は、彼女の恋人である男との馴れ初めから、これまでに彼がいかに彼女を傷つけたか語った。今ならそれをありきたりな男女の物語だと言えるけど、恋人のいたことのなかった当時の僕にとっては、テレビドラマの中のように遠い世界の話に聞こえた。それはひどいですよ。どうしてそんな人を好きでい続けるんですか？話し終え、どう思うか聞かれた僕は、素直にそう感想を述べた。彼女は、笑った。その時僕は、初めて彼女の笑い声を聞いた。そうね。確かにそうかもしれない。でもあなたにだってこんな経験ない？誰かをどうしようもなく好きになってしまうってこと。そりゃ、そういう経験をすれば、あなたもきっとわかるわよ。気をつけます。と、僕が言うと、彼女はまた笑った。話を聞いてくれてありがとう。おかげで気持ちが楽になった。よく眠れそう。1時間以上続いた会話は、こんな風に終わった。電話を切ってから僕は、あれに対してはこう言えばよかった、と様々な考えが浮かび、なかなか寝つけなかった。1週間後の同じ時間、彼女からの電話があった。僕は嬉しかった。この1週間というもの、
あの幻想のような電話のことが僕の頭の片隅にいつも居座っていたのだから。お元気と彼女は言った。これは間違い電話じゃないわよ。あなたにかけているの。そうして僕たちはまた話し始めた。けれども、年齢、職業、そして名前さえ個人的な情報を彼女は慎重に避け、僕にも何も尋ねなかった。次の週も、また次の週も、彼女は木曜日の夜11時にやってきた。僕は木曜日の夜だけは誰からの誘いも断り、家にいるようになった。そうやって僕たちは話し続けた。彼女はまるで木曜日にだけ会いに来る恋人のような存在だった。そう。いつしか僕は彼女に恋をしていた。その思いが高まりきったある木曜日、僕は彼女に会いたいと告げた。彼女は少し黙ってからこう言った。それはやめとこう。どうして？だって、私を見たらきっとあなたは幻滅するもの。そんなことはない。それに私だって、あなたを見てがっかりしたくない。それについて僕は何も言えなかった。冗談よ。でも、会ってしまえば私たちの関係はずっと良くなるかずっと悪くなるかしかないじゃない。今のままってことはありえない。私にはそれが怖いの。名前も知らないあなたにこうやって私の寂しさを委ねていたい。ってわがままだよね。君さえ良ければいつまでもそうしてくれていい。けど僕の寂しさはこれだけじゃ紛れないんだ。君のことをどうしようもなく好きになってしまったみたいだよ。どうしようもなく好きになってしまってもね、どうしようもならないこともあるの。彼女は泣いていた。初めて話したあの夜みたいに。一つ違うのは、その涙が僕のために流されていたということだった。こうして僕の木曜日の恋人は去っていった。長い時が過ぎた今でも、不意に彼女の声が蘇ることがある。そんな時はやはり、その声の持ち主の容姿を想像してしまう。どんなヘアスタイルなんだろう。歯並びはどんな様子か。何色のセーターが似合うんだろう。そして今は、幸せなんだろうか。彼女の声はいつまでも僕の耳の中に眠っている。